すでにもう世界的に有名になりつつあるオレンジのユニフォームを身にまとい、トラックでパレードを行う京都橘高校吹奏楽部。そのバックには満員になっている観客席が見えます。先ほどの映像はつい先日アメリカで行われたバンドフェストでの映像でした。今や日本を飛び出し、海外のファンも多く獲得している京都橘が2024年12月末、またしても外国人たちも魅了した最新パフォーマンスについて紹介していきます。京都橘高校吹奏楽部が参加したバンドフェストは例年アメリカで12月30日に開催されるマーチングバンドイベントです。同じく毎年1月1日にカリフォルニア州で行われるローズパレードの前に行われるものとして現地では定着しています。地元の人たちはバンドフェストを通して今年ローズパレードに出場するチームをチェックしたり、新しいお気に入りバンドを探したりするプレイベント的な役割も担っているようです。つまり当時京都橘高校吹奏楽部はローズパレードの出演も決まっている中でバンドフェストに出場したことになります。それではローズパレードとはどんなイベントなのでしょうか。これは1890年に始まった伝統的なパレードです。花で装飾されたフロート車、マーチングバンド、馬などが登場し、毎年何百万人もの人々が世界中200カ国以上で視聴する世界規模のイベントとなっています。そんな行事に招待された京都橘の人気と実力は本当に素晴らしいですね。しかし同高校がローズパレードに参加するのは今回が初めてではありません。なんと今回2025年1月1日に行われたものも合わせるとすでに3回も世界的イベントに出演しているのです。2012年に初出場を果たすと現地で大きな話題を呼び、すぐに再出場が決定。度重なる日程調整を経て2018年にも登場しました。そこからコロナによるイベント開催中止などもありつつ、2025年にまたしても出場することになったのです。それほど開催地アメリカからはもちろん、世界中から京都橘高校吹奏楽部の実力は認められています。2024年12月30日に行われたローズパレードのプレイベント、バンドフェストでも大きな盛り上がりを呼んでいたようです。もちろん京都橘の演奏、統率の取れた行進は圧巻なのですが、特に注目していただきたいのは観客の盛り上がりです。その様子からは同高校の力が現地で認められていること、すでにアメリカでも多くのファンを獲得していることが伝わってきます。ぜひそういった見どころもチェックしながら実際の映像を楽しんでいただければと思います。それでは京都橘高校吹奏楽部による海外での最新パフォーマンスの映像をご覧ください。
かがだったでしょうか。相変わらず圧巻のパフォーマンスを見せてくれる京都橘高校吹奏楽部に加え、現地の観客による盛り上がり、歓迎っぷりに驚いた方も多いのではないでしょうか。当時の様子が動画投稿サイトに投稿されると、コメント欄ではさまざまな言語による称賛の声が相次いでいました。音楽に年齢は関係ないとはいえ、日本の高校生が国内で活躍するにとどまらず、世界中で愛されていることはすごく誇らしいことですよね。今年2025年も京都橘高校吹奏楽部から目が離せません。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。